はい、どうもです。ということで今回なんですけども、こちら南洋ブダイっていう食材ですね。そしてこの全治2ヶ月と言われている右肘の捻挫ですね、普通に動かせるようになりました。ギリギリ魚つきできなくはなさそうなんですけども、さすがにやめときましょうね。ブダイといえばマサル、マサルといえばブダイ。そんぐらい浸透するぐらい俺一時期ブダイの動画出しまくってたんですけども、実はこいつめちゃくちゃ高級魚なんですよ。俺が沖永良部島に移住したタイミングとコロナが来たタイミングがちょうど一緒ぐらいなんですけども、基本的に沖永良部島の魚って沖縄に送るんですけども、その頃は観光が制限されてて、もう本当に売り先がないと、飲食店もなんか8時までしかやっちゃいけないとか意味のわからないルールがあったじゃないですか。その頃はですね、衝撃の価格ですよ。1キロあたり150円まで押してました。これ多分ね、6、7キロの答えだと思うんですけど、ブダイってでかければでかいほどつくの難しいから、もう6、7キロつけたら、うわーってテンション上がるぐらい、テンション上がって持ってったら、はい、700円です。700円みたいな感じの時代もありまして、ちょっと相場わからんと思うから言うけど、俺が使ってる水中銃が、12、3万すると、ピョーンって飛んでってるシャフトがあるじゃないですか。金属のね。あれが1万5000円ぐらいなんですよ。700円どうやって元取るみたいな感じだったんですけども、今はですね、沖縄の旅行客がめちゃくちゃ増えまして、このお魚1キロ1800円ぐらいします。今。超高級魚ですね。1キロ1800円だったらそんな安いなーって思うかもしれませんけども、あくまでも僕みたいな仲買人が買う値段が1800円ぐらい。このブダイ大体1万円ぐらいですね。一昔前にですね、ブダイフライっていう商品販売してたんですけども、もう沖縄に人が来るようになった瞬間にもう値段が2倍3倍にどんどん膨れ上がっていって、もう僕らじゃ買えないですってなって、それでね、ちょっとブダイフライをね、販売中止にしてるんですけども、ぜひ値段が下がってほしいところでございますね。というわけで、早速観察していきましょう。こちらが南洋ブダイですね。かなり大きい個体です。多分ね、ほぼほぼ最大サイズですね。そして南洋ブダイの特徴としてはですね、ここの大きなコブですね。このコブはですね、老成するにつれてだんだんと大きくなります。稚魚の時はですね、コブのない頭をしております。そしてもう一つ面白いのはですね、小さい時はですね、全てメスとして生まれるんですよ。だんだん大きくなって、コブが出るほどになった個体はですね、オスになります。昨今ですね、ジェンダーの問題が騒がれておりますが、魚はですね、オスとメスの線引きが曖昧っていうか、オスからメスになったり、メスからオスになったり、もう一回オスからメスになったりする種とかもいますので、まだナマコによってはオスになったりメスになったり、オスになったりメスになったり、オスになったりメスになったり、無限にね、性転換する生物もね、いますんで、オスは一生オスであり続けるべきだみたいなね、それはたまたま人間に当てはまる常識なのかなと思っております。そしてもう一点なんですけども、よくこの目が沈んでる個体っていうのはですね、鮮度が悪いって言われるんですけども、南洋ブダイってね、なんか目の構造的にね、すぐ引っ込みやすいようになってて、これ取れたてでもね、結構なることあるんで、ここを見て目が沈んでるから鮮度が悪いよという風にはできません。そして尻尾はこんな感じですね。南洋ブダイはですね、基本的に泳いでる時はですね、ここの両ひれをですね、こんな感じでパタパタとゆっくり泳ぐんですけども、非常時、魚が現れた時はですね、尻尾のひれをこうやってね、バンバン振るってですね、かなりの推進力で逃げていきます。で、ここは肛門なんですけども、なんか南洋ブダイのでかいものってかなり警戒心が強くて、人間を敵と察知した瞬間に思いっきり糞便を撒き散らしながら逃げていくんですよ。で、何度もね、その糞便を目の前で撒き散らしてきやがった個体を息の続く限り追いかけてつこうとするんですけども、なんかもう一回下痢ぶちまけたやつは絶対につけないですよね。やっぱね、魚が本気で泳ぎ出すとね、ダメなんだよね。ではですね、今日は2品作っていこうかなと思います。まずはですね、郷土料理と言ってもいいでしょう。南洋ブダイの湯霜の酢味噌漬け。そして、プライベートの時だと思うんですけど、昔作ってみて衝撃を受けた料理。南洋ブダイのカブトマースに、今日は青い料理が食べられますよといったところで、早速それでは、さばいていきましょう。で、南洋ブダイはですね、基本的に鱗が取りづらいんで、鱗にネットをぶっかけてから取ります。今回刺身しないんでね、この方法が一番いいです。で、沸くのが待ってるのも暇なので、ヒレを切っていきます。ちなみに皆さん、タラソセラピーって知ってます？僕の大学はですね、東京海洋大学っていうところなんですけども、授業でね、海と健康1、海と健康2があったぐらい、学問としてもしっかりとしてるようなジャンルなんですけども、海水から上がった後って、体の表面にですね、膜ができるんですよ。
皮膚の中の水分とか蒸発しなくなって、それでアトピーがね改善したりする人がいるんですけども、僕もその中の一人でして、どうだろうな、高校3年生ぐらいまでもう本当にずーっともう手がねただれてて、洗い物仕事一つできないみたいな、そんな状態だったんですけども、海にね週3とかで入るようになったらね、もう全然大丈夫になりました。でこれぜひアトピーでね悩んでる人はねやってみる価値はあると思う。どうだろう、今俺のアトピーを見せられて不愉快に思う人がいたら申し訳ないんですけど、だいぶ食い止めてるんで、こんな感じで、これがさ冬になるとさどんどん広がっていって、でなんかこことかがさひび割れとかしてきてさ、小中高すごい大変だったのに海入れば治ったんだよみんな。だからぜひ真似してみて。はい、それではお湯をかけていきます。でこうやってアップしてみると、これちょっと剥がれてるのが分かると思います。こんな感じですぐ取れるんですよね。で反対側はお湯かかってませんので、ほら結構ゴリゴリ力入れないと、よいしょ取れた、ギリ取れるぐらい。では反対側にもお湯をかけていきます。はい、そしたら鱗を剥がしていきましょう。では一気にいっちゃいましょうか。よいしょ。もう一杯ぐらいお湯かけてもよかったですね。よし OK。 はい、それではお腹を開いていきましょう。ブダイ系はですねサンゴを食べておりますんで、サンゴの噛み砕いたものが出てくるんではないでしょうか。ちなみに綺麗なね南国の海岸の砂の何割かはですねサンゴからできてはいるんですけども、この南洋ブダイが噛み砕いて作っているとも言われております。オーストラリアの方でこういう魚を取るとけしからんと言われるみたいですけども、いかがでしょうかね。よいしょ。おーすごい珍しい。そう、基本的にはサンゴに付着している有機物を食べてるんで、かなりね腸が発達してる魚なんですけども、なんかレバーが発達してますね。こんなレバーが発達してるのは見たことがない。食べてみるか。なんか油も乗ってて美味しそうだぞ。さすがに焼きます。セット。今までね散々南洋ブダイ取ってきたけど、こんなに肝臓が発達してることを初めて見ました。ちょっと焼いておきましょう。でものすごいね、一般的な内臓を見たい方はですね、概要欄かコメント欄にリンクつけておきますんで、そちらをねご覧ください。溶けた油じゃん。非常に油を溜め込んでたんですね。ほら油が大量に出てきています。これは面白い。初めての経験だ。これどんな味するかわからんな。どうなんこれ油乗るもんなんや。これなんやったらあん肝ぐらい乗ってるよ。うわーすげえ。匂いとしましては魚の釣り餌って感じですね。吐くような気がするけど大丈夫かな。これはめちゃくちゃ興味深い味だな。びっくりですよ。うますぎるんだけど、最初パンチが強すぎて体が拒絶反応を起こすんですけど、むちゃくちゃうまいですね。なんか魚のいい感じの旨味成分とナッツとかが入ってるクリームプラス脂っこいレバーペーストが入ってるような、なんか旨味の爆弾の味でしたね。ただね南洋ブダイね、生息域的にシガテラが当たらないとは言い切れないんで、まだ症例が多分ないと思うんですけども、肝臓はですね当たる可能性なくはないと思うんで、好んで食べない方がいいのかなと思いますけども、生きてる間に1回ぐらい食べてもいいんじゃない。これおもろいわ。10分ぐらい口の中に残るわ。はい、それでは頭を落としていきます。はい、それでは取っていきましょう。ブダイはもうね汁に限ります。もう背骨がね硬いんですよ。包丁だとなかなか取れない。
OK。でこのサイズだとね、ぬるぬる滑ってね、すごい頭割りづらいんで、キッチンペーパー下に敷くといいです。じゃあ牛刀で挑戦します。下の骨の方は分かりやすいんですけど、ここの間に包丁入れないとこの刃はねまずね切れませんから。でどうすればいいかと言いますと、ハサミっすね。できれば枝切りバサミが良いけど、結構ねこの2つはそんなに頑丈にくっついてないんで、一般のハサミでもいけるっちゃいけるはずなんだが、硬いぞ。これね広げるとね血だらけなんで、ちょっとね一旦血を取りますね。血を取ってきれいにします。はい、それではきれいになりましたと。であとねちょっとさっき計算ミスってたんですけど、キロ1800円の6キロの個体で3勝ちで売られてるとすると、この個体3万円です。地元とかだとそんな値段で売られてないのかもしれないですけど、外国人向けに売られてる時はもうこのぐらいのでもみんな買っていくんですよね。ちなみに安くても高くても味は変わりません。漁師はね、台風が来るぞー言うたらね、おっしゃフィーバータイムやー言うて荒波の中に素潜りに行ってこれをね取りに行くんですよ。普段もうベタなぎな日、もう波一つないなーっていうのが1週間とか続いてるともう値崩れして、今まで1800円だったものが500円とか400円とかなっていくんで、そんな日にとっては儲からないんですよ。俺は子供がいないからさ、そんな本気で稼ぐ必要ないけどさ、みんな子供育てなきゃいけないからさ、ガチだからね。ここがですね、僕がよく見せる咽頭歯ですね。はい。部位的にはですね、このブダイのほっぺの辺についてるんですけども、まずはですね、このくちばしみたいな口でですね、サンゴをねちょぼちょぼとつまみまして、口の中に入ってきたものをこの奥歯ちぎってみる。これ結構頑丈にくっついてんだよね。この奥歯でジャリジャリと潰していくわけですね。魚はですね、表面上に見える口と、それとは別に歯のような器官がですねさらに奥にあることがね結構あります。ブダイもその一つですね。はい、ではブダイを半分に切っていきましょう。切れました。でぬめりがあまりにもすごいので、これも湯引きをしていきましょう。はい、それでは頭を湯引いていきます。ちなみにブダイで煮こごり作るとね、青い煮こごりができます。皆さんブルーハワイみたいな煮こごりができるんですっごいまずそうなんですけど、そういえば言うの忘れた。ここ胸びれを動かす筋肉なんですけども、ほら見てください。胸びれを動かす筋肉はですね延々と動かしてますんで、ここチキンでできてるんですよ。それ以外はね側筋でできてるんですけど、筋肉を見れば海の中で魚がどうやって泳いでいるのかがわかるのだ。はい、そしたら湯引きが終わりました。入るか。絶妙に入らない。入れろ入れろ。回す煮ですからね。塩を入れていきます。セット。着火。はい、それでは浮き袋を取っていきましょう。それでは血合いを取っていきます。はい、それでは三枚おろしをしていきましょう。ここが硬いんですよ。デバとかだったらねワンチャンいけるんだけどね。はい、それでは反対側ですね。まずは皮に切り込みですね。包丁が切れないな。むずいな。無理だった。はい、OK。はい、それでは湯引きをしていきます。
皮目にお湯をかけていくだけですね。南洋ブダイはですね、皮を引いてしまうと、こんぐらいでっかい個体だったら別ですけど、結構味が薄いんですよね。ただ一緒にね、生の皮を食べてしまうと、これは生臭いなという味になりまして、湯引きをするぐらいがちょうどいいんですね。飾り包丁も入れておきましょうか。はい、それでは湯引いていきましょう。今回何回目？では多少大きいんで半分に切って氷水につけていきましょう。はい、それでは湯引きが完成しましたので切っていきたいんですけども、おお、ブリッブリだね、身が。ちなみにブダイはですね、冬の方が美味しいです。断然美味しいですね。夏場の方が取れますね。旬といえば夏場なんですけど、美味しいのはって聞かれたら冬ですね。めちゃくちゃ密室いいな。おい、こういう空いたところにはトサカノリを乗っけるといいと昔居酒屋の店長が言っておりました。トサカノリ取りすぎました。ただまだ空いてるんでトサカノリを乗せましょう。そしてレモンを乗せましょう。ちっちゃめでいいでしょう。ここら辺に置いて、はい、では酢味噌を入れて完成です。いやー、でも沖永良部島に初めて行った時、酢味噌で食うのが一番うまいんだよって言われてびっくりしたよね。醤油以外の選択肢があんねやって。はい、完成です。はい、それでは完成いたしました。いただきます。いやー、もう最近マジで太ってきてるから、このタンパク質オンリーの食事いいですね。まずは湯引きから食べていきましょう。湯引き酢味噌でいただきます。いただきます。うわー、懐かしの味がするなー。選ぶの味やな。なんでしょうね。南国の魚に慣れてない人は、なんとなく魚の香りがするなみたいな、そんな味わいなんですけども、もう無数に食べてると、なんかそれが逆に癖になってきて、もうこれがうまいんだっていう感じにね、今僕はもうなってきてるんで、非常に美味しいです。ただちょっとね、ここに来るまでにね、4日間かかってるんで、味がピークアウトしてますね。本来、ちゃんと熟成を行えば、2日目か3日目に一番ピークが来る魚なんで、もう1日前に食べたらベストですね。ただ、めちゃめちゃ美味しいです。はい、そしたら南洋ブダイの兜のマース煮なんですけども、こうやって鍋から皿に入れようとしたら、ぐちゃぐちゃぐちゃってもうなんか骨が崩れたんで、なんか残飯みたいになってますけども、さて、残飯みたいになってますけども、これがうまいんですよ。どっから食べようかな。よし、この胸びれを動かす筋肉を食べてやろう。わーお、うまそう。いただきます。まっ。もう一切の臭みとかなくて、ほろほろ。うめえな、ここ。びっくりした。めちゃくちゃ滑らかで、なんか魚の味はそんなに感じないんだけど、パサパサしないからすげえうまい。ブダイの頭ってさ、ぶどまりが悪いし、頭割るの難しいからさ、結構捨てられてるんだけど、めちゃくちゃ美味しいんだよね。うまっ。めっちゃうまいじゃん。なんでみんな捨ててんのこれ。ヒレを動かしてるチキンの部分、あそこはですね、若干ね、レバー風味がするっていうか、非常に味が濃い。はい、それではごちそうさまでした。やっぱ南洋ブダイはですね、夏にいっぱい取れるんですけども、やっぱ冬場に取れたでかい個体の方が全然美味しいですね。しかも肝もさ、あんだけ脂乗ってて美味しかったんで、肘治ったらもうつきたての肝ペーストの何かを作って、なんか創作料理したいね。そしてですね、いつも応援してくださってる皆様、いろいろとお騒がせしてしまっておりますが、初心に帰って皆様を楽しませる動画を作ることを一心に頑張っていきたいと思います。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは。腹減ったな。そういえば、やばい漁師にもらったやつ、美味しいのかな。なんだこの噛み応えは。硬さが蒸気を逸している。噛めば噛むほど溢れ出す旨味という名の爆弾が口の中で爆発して止まらねえ。しかもこれで太らないだって。ダイエット中の私でも食べれるの最高すぎる。
す。